皆さんこんにちは。岡八リノベーションです。本業は漁業の DIY ヤーが築51年の平屋をリノベーションしています。今回も信岡商店さんに作業着を提供していただきました。動画の概要欄にリンクを掲載していますので、よかったら覗いてみてください。前回ボード張りと壁天井の塗装が完了しました。ようやくね、完成のデザインが見えてきたという感じですね。今回はキッチンを作っていきたいと思います。元々のキッチンはこんな感じで、ダイニングキッチンの窓側に据え付けてありました。ダイニングキッチンと2部屋の和室を1部屋の LDK にリノベーションしたので、ここにカウンターキッチンを作って一体的に使いやすい LDK にしたいと思います。はい、それではね、始めていきましょう。まずはクッキングヒーターを設置する場所の壁に不燃材を取り付けます。前回の物件はサブウェイタイルを貼ってとてもかっこよく仕上がったんですが、施工にすごく時間がかかるのと材料コストも結構かかったので、今回は時短というテーマに沿ってキッチンパネルを貼ることにしました。キッチンパネルは様々なメーカーさんから木目調や大理石調とか無地のものとかいろいろなデザインの製品が販売されています。今回のキッチンのデザインはどちらかというと金属系の無機質な素材を多く使うので、いろいろ探して三和カンパニーのステンレス調のパネルを使うことにしました。さっきから開梱しているのがそのパネルですね。すごく丁寧に梱包されていて安心感がありました。キッチンのスイッチとコンセントの開口と被るので、まずは現場に合わせてみて開口を開けます。素材的にはですね、硬くした石膏ボードみたいな感じなので、ノコギリとジグソーでカットできました。パネルの端に見切り材を取り付けます。これもですね、統一感を出すためにアルミ製のものを選びました。フェイク素材じゃなくて本物のアルミ製なので質感もね、いい感じです。見切り材の付き合わせ部分は45度にカットして留め加工をします。ボードの取り付けは両面テープとボード用の接着剤を併用して行います。接着剤が硬化するまでの間を両面テープで持たせるということだと思うんですが、やり方は施工指示書に詳しく書いてあったので、初心者の自分にでもですね、割と簡単に間違わずにできたと思います。はい、では貼り付けしていきます。これはですね、クッキングヒーターの配線を通しています。開口部分から剥がれないように接着剤を追加しておきます。次はレンジフードの取り付けをやっていきます。キッチンの場所を移動させたことによって換気扇から直接屋外に排気することができなくなったので、シロッコファンのレンジフードを取り付けます。レンジフードは排気の気口の違いでシロッコファンとプロペラファンに分かれているんですが、外壁に面した壁以外からのダクトを使った排気はシロッコファンを設置する必要があります。それぞれの特徴やプロペラファンの取り付けについてはこちらの動画で解説していますので、詳しくはこちらをご覧ください。シロッコファンは天井から吊ったり、側面の壁に取り付けたり、前面の壁に取り付けたりといろいろなデザインがあります。側面の壁に取り付けるタイプはですね、デザインもいいものが多いんですが、価格が結構高価なので、今回は割と安価で購入できる前面の壁に取り付けるタイプを選びました。で、これを取り付けるためにキッチンの上を加工していきます。レンジフードの取り付け方はいろいろね、考えたんですが、キッチンを配置する両端に柱が通っているので、これに横材を渡して取り付けることにしました。
横材は単管パイプと金具を使って組み立てます。これがですね専用の金具になりますね。これをですねこんな感じに組み立てていきます。単管はですね新品だと結構光沢があるんですよね。使い古したものだとくすんだり少し錆が入ったりして良い感じにねエイジングされてます。これはですね漁業で使っていた中古のパイプを使っています。この辺のね錆具合なんか結構いい感じじゃないですかね。フリマサイトなんかでも中古品が出品されているので、それを買うとね安くていい感じのものが手に入ると思います。レンジフードの取り付け高さはフードの下刃から火元までの高さを80から100センチメートル以内にすることが消防法で定められているので、それに合わせて位置を決めていきます。高速カッターがあれば単管も簡単に切断ができます。ドリルで下穴を開けます。金具の取り付けはコーチスクリューボルトを使います。厚さ 6mm のキッチンパネルと 12mm の石膏ボードの裏にある柱にしっかり効くように、今回は長さ 65mm を使います。水平器で水平を取りながら反対側も位置決めします。いきなりコーチスクリューで留めると後から微調整ができなくなるので、最初は木ビスで仮止めして位置を決めてからコーチスクリューを打ちます。24mm の針葉樹合板で壁を作ります。壁の中にレンジフードの電源コードが取り残されているので救出します。ボード張りの時にですねあらかじめ出しておけばよかったんですが、レンジフードの高さが決められなかったのでちょっとね後回しになってしまっていました。さっき使っていた工具はですね角穴カッターといって開口の専用工具です。開口が簡単に開けられて習字もしてくれるのでめちゃくちゃね便利でした。あとですねブレードが薄いので開口した後壁を塞ぐのもやりやすかったです。ボードを戻してパテ埋めをした後に白塗装で補修しました。補修跡は若干目立つんですがレンジフードでほぼ隠れるので問題なしとします。単管フレームの右半分はフックをかけて鍋とかを吊るしたりいろいろな使い方ができそうですね。はい、レンジフードを取り付けたところで今回の作業は完了となります。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら高評価やチャンネル登録をいただけると励みになります。次回はキッチンの製作の後編、オーダーメイドしたステンレストップと Amazon で買ったシンクで流し台を作ってキッチンを完成させたいと思います。ぜひご覧ください。